これありがてえ。この1点でちょっと買うか迷っちゃうね。高えんだよな。どうも、ケイスケです。今日はソニーの新しいカメラ α7R6 の、新製品の体験会にやってきました。で、α7R シリーズでいうと高感度のモデルの高画素のモデルなんですよね。高画素っていうと、要は精細に撮れたりするので、野鳥を撮る人だったりとか、あとは後からクロップする人とかね、そういう人には特におすすめというかぴったりのカメラになっています。なんでどっちかっていうとなんか僕のイメージだと写真向けなんですけども、結構今回動画もこだわってるみたいで、なんかその辺もしっかり見ていきたいなと思ってます。で、ちなみにちょっと僕ね、事前に調べてきたんですよ。事前に調べてきて、どういうところが大きく違うかでいうと、もちろん全体のスペックアップしてるよっていうので、例えば動画で 4K の 120p、4K の5倍スローまでが、ほぼクロップなしで撮影ができたりとか、あとね、細かくそのリアルタイム AF のなんか精度がちょっと上がったりとか、あとバッテリー今回変わってるんですよ。今までね、FZ100 っていうバッテリーが結構いろんなカメラに使われたんですけど、今回バッテリーが新しく変わってるということもあって、ちょっとその辺もじっくり見ていきたいと思います。でも値段はね、結構上がっちゃってます。行ってみましょう。はい、ということで、こちらが α7R6 です。でね、全体的にボタンとしてはそんなに大きく変わってはないです。外観としては、α7R5 とかと、かなり似たような感じなのかなっていうふうに思うんですけども、1個違う部分があって、このボタン、ここにね、なんかライトみたいなボタンがあるのよ。で、これがなんかイルミネーションボタンなんだよね。ちょっとどういう時に使うんだろう。なんか光ってるのかな。あ、光ってる。そういうこと？各ボタンの白い部分がここで光るんですよ。なので、例えば、なんかじゃあ星を撮りたいとか、そういうシーンでここを押してあげるとボタンだけちょっと光ってくれるんで、どこのボタンを押せばいいかっていうのが分かるっていう感じになってますね。なんかその辺も確かに考えられてる。てかこれあれだ、2870の F2 のレンズ。なんか大きいけど、さっきさ、今回新しく出た100、400の望遠ズームなんか見たからちっちゃく見えるね。はい。はい、ということで外観の紹介なんですけども、全体的にはそんなに前のモデルから変わらないです。さっきも言った通りかもしれないけど、この辺が電源オンオフのボタンがあって、で、ダイヤル、いつも通りですね、ダイヤルがあって、ここのところに、写真と動画の切り替えスイッチがあるという形になっています。で、もちろんモニターですね。モニターはチルトもできるし、外にも開く、要はなんかバリチルって言われてる方のモニターになっています。で、さっき言ってたボタンがここですね。はい、このボタンなんですけど、このボタンをポチッと押してあげるとわかるかな。どこのそう、それ、そうこれこんな感じで、はい、ちょっと明るさが変わりますと。はい、というくらいでしょうか。で、SD カードスロットの方は相変わらずですね、どっちも CF エクスプレスタイプ A が2スロットで、どっちも SD カードも入る形になっています。で、逆側ですね。はい、逆側ですね。HDMI のスロットと、あとはこれレリーズのやつかな。はい、ポートがあって、はい、こちらがマイクジャックとイヤホンジャックで、こっちの下のところですね。よいしょ。ここがちょっと前のモデルから変わっていて、ここが、USB-C1 個だったんですけども2個になりました。ここが1個変わってるところですね。はい、あとバッテリー、はい、こんな感じの新しいバッテリーになりました。結構形変わったな。割とね、前のバッテリーからがっつり形が変わったんで、バッテリーの併用とかはできない形ですね。で、容量は結構大きくなってるんで、確か 1.3 倍ぐらい電池は持つんですけども、1個あたりのお値段もその分ちょっと高くなっているというようなバッテリーになっております。はい、って感じで外観紹介してきたんですけども、スペック的には、画素数が6680万画素。1個前のさ、α7R5 っていくつだっけ？ 6000 覚えてる？覚えてないです
でも α7R5 もこっちだ。そう、α7R5 は多分6000万画素ぐらい。ちょっと上がってんのかなだと思います。正確な数字返ってきますね。で、こっちの、はい、α7R6 の方は6680万画素で、動画に関しては 4K の 120p まで撮れると。で、クロップはほとんどないんだけど、確か 10% ぐらいちょっとクロップされるくらいの形になっています。で、ちょっとスペック上がってオートフォーカスの性能も上がったりとか、あとは、連写のコマ数も秒間30個までスペック結構上がってるんですけど、重さはなんとちょっと軽くなってると。確か、20g ぐらいかな、軽くなっています。これもね乗っけておくんですけども、ちょっとだけ軽量化されてる。なんか体感としてうわ変わったって思えるぐらい変わってるかというと、ちょっとそこまではいかないのかなとは思うんですけども、少しでもね軽くなる分には嬉しいと思うんで、そこはかなりありがたいと思いますね。そう、僕が1個気になってたところがあるんですよ。僕がまず α1M2 持ってるんですよね。でその α1M2 とどう違うのか、それはねちょっと後でね聞いてみたいと思うんですけども、それに加えて、α1M2 使っててちょっと僕が新しく改善したいというか、この機能あったらいいなって思うのが 4K120p の時の手ブレ補正で、α7V の時は手ブレ補正が 4K120p の時に 1.5 倍クロップになるけど、一応アクティブ手ブレ補正入ったんですよ。だから結構手ブレしない形で 4K120p が取れる。で、それが α7R6 の場合はどうなるんだというのが気になっていて、今見たい。俺はいけるオフとスタンダード、アクティブ3種類選べるようになってます。これありがてえ。この1点でちょっと買うか迷っちゃうね。高いんだよな。ちょっと撮影タイムに行きましょう。ケイスケの動画後で触ってみます。今ね、早速物撮りコーナー、はい、来まして、めちゃめちゃいい感じに展示をしてくれてるんで、これちょっと撮りたいと思うんですけど、ちなみに全然関係ないけど、このねライティングいいっすよね。これなんか料理とか撮るときってちょっと半逆光目とかにしてあげると前にね影が入るんで、結構立体的に撮りやすかったりするんで、なんか光とか使うときはぜひね意識してみてください。では撮ってみましょう。はいはいはい。わあ、なるほどね。ひたすらこれ撮ってるだけだからなんかうまく伝わらないかもしれないけど、まずファインダーが綺麗なんですよ。で α7R5 の時からファインダーめっちゃ綺麗なんですけど、今回のR6 から輝度が高く設定できるようになったみたいで、なんで、今このシーンでめちゃくちゃその輝度が関係してるか分かんないんですけど、結構コントラストをしっかり見れます。でもしかしてその青空とか、日中でもっとねファインダーが見やすくなってるのかなっていう感じもします。ちょっとこれはね外で試してないんで明確なことは言えないんですけども、ファインダーはより見やすくなってるという感じ。はい、ちょっとここで高感度性能も試してみました。 ISO をググッと25600くらいまで上げてみたんですけども、そんなにパッと見は大差ないです。さすがに4倍とかまで拡大すると分かるっちゃ分かるんですけども、でも実用上後でノイズを消すとかも考えると25600くらいへっちゃらかもしれないですね。全体撮ってて今思ったことだけど、やっぱね手ブレ補正すごいわ。ここの時点でシャッタースピード30分の1とかで、これマクロ100ミリのマクロなんでそれで撮影してるんですけど、それでも全然手ブレしてない。なんかオートフォーカスの食いつきすごくない？なんかちゃんと確かに目にいってるというかね、ちょっと後ろの時でも目にちゃんといってる感じがするね。すごいわすごいわ。そうだね、ちょっと拡大するのめちゃくちゃ申し訳ないけど、でも確かにこう前にかぶっちゃってる時でもピント食いつきそのままにちゃんと撮影できてる。ちなみに動画は 8K まで撮れます。撮らないけど、僕は撮らないけど8K まで撮れます。一応このレンズがいいわ。
なんかこの 50×150mm の GM、 なんかピントの移り変わりがめっちゃ滑らか。このレンズがいいかも。なんかずるいわ。次行きましょう。はい、ということで野鳥コーナーにやってきました。じゃあでかい。でもこうなんだろう、見た目からする重さよりは軽い。なんか不思議な感覚になるなんかね、軽いよ。いや重いんだけど軽い。でこれでちょっと撮影してみたいと思います。ちょっとこうピント位置と離れててもこう目追ってくれるというか、ちゃんと被写体にこう食いついてくれる。で一回食いついたら離れないみたいなのが結構すごいですね。これは R6 の性能だけど、それプラスやっぱりレンズの性能もあるのかも。やっぱ重たいやっぱね、ずっと撮ってるとやっぱちょっと手が痛くなってきますね。ケイスケの動画ということで、ちょっとソニーの方に少しだけ気になることを聞きたくて、はい、ちょっとお呼びさせていただきました。はい、声だけ出演でしていただいてます。はい、でちょっと僕聞きたかったのが、この α7R6 出たじゃないですか。今回出たってことで、高画素で結構スペックも折り盛りで、はい、すごいいいカメラだなと思うんですけど、はい、僕 α1M2 を持ってるんですよ。そうですよね、ありがとうございます、はい、そうなんですよ、はい、で M2 買った身からすると、はい、どうしようかなってなるわけですよね、はい、でとはいえ、はい、α1M2 ってフラッグシップカメラ、はい、要はソニーの位置づけでいうと一番上位のカメラなのかなと思うんですけど、でもスペック的には結構肉薄してるというか、はい、なんならこっちの方がいいことも多くて、はい、で逆にその α1M2 の方がここの部分はいいんだよねみたいなポイントってあるんですか？はい、やはりプロの皆様の、期待に応え続けるカメラが α1M2 ですので、やっぱ厳密にはやっぱり α1M2 の方が性能としては高いかなと思います。ああ、そうなんだ。はい、でポイントはいくつかあるんですけれども、まずオートフォーカスの追随性。ここですね、演算速度、オートフォーカスの演算速度が 1M2 は120回毎秒なんですけど、この子は60回毎秒、ちょっと半分しかないんですね。これでも非常に高いではあるんですけれども、よりこう複雑な動きの被写体だったりだとか、AF の飛び出しへの食いつきみたいなところはやっぱり 1M2 9-3の方が性能としては高いかなと。なるほど。じゃあそうですよね。だから今おっしゃったのは、要は1秒間に120回被写体をこう確認するか、はい、60回ですよね、確か。おっしゃる通りです。確認するか、やっぱ60でも足んない部分はたまにあるってことですか？めっちゃ複雑だと。そうですね。急な飛び出しであったりだとか、前後どっちに動くかわからないみたいな時の、やっぱりこうジャスティン率、バリピン率はやっぱ 1M2 の方が、なるほど。1M2 9-3の方が高いっていうところです。はい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 、なるほどなるほど。はい。っていうところが一つと、もう一つアンチディストーションシャッターのところが大きく違います。このカメラも積層型 CMOS センサーを搭載しているんですけれども、メモリ一体型、メモリ内蔵ではないので、R5 と比べると大幅に、読み出す速度上がってはいるんですけれども、1M2 と比べるとやっぱり歪んでしまう。なるほどなるほど。ただその歪みの、大きさっていうのは今までのカメラと比べるとぐっと抑えられておりますので、多くの被写体では使っていただけるんじゃないかなというふうに考えてます。なるほど。それって要は歪む歪まないの話で、例えばじゃあめちゃめちゃ歪むカメラが要はそのレベル1で全然歪まないカメラだから α1M2 がレベル10だとしたら、レベル8、9までいってるけどってことですよね。そうですね。ちょっと悔しいことはすみません、お答えできないんですけれども、それって、写真も動画もどっちもって話なんですかね。もうセンサーによること。的にはそういった形で考えていただければと思います。なるほど。積層型になってるっていうのがいわゆる、変換回路、アナログのものをデジタルに変換する回路の部分がしっかりあるっていうところで、その部分ではすごく速いんですけれども、メモリがあるとそれをさらに速くすることができるっていうところで大きな違いがあるかなと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。参考になりました悩むねありがとうございます。ということでいっぱい試してきました。で結構やっぱ試してきて普
通にいいっていう言い方はちょっと変なんですけど、要はオートフォーカスの食いつき良くて、ちゃんとこう前に障害物があってもピントが合う。で 4K のスローモーション使える手ブレ補正効く。で、その上で色味ですよね。オートホワイトバランスもかなり良くなって、α7-5 とかに入っていた AI オートホワイトバランスっていうのが入った上で、あとですね、結構これ上位機種だけに入ってるんですけど、ここにIR センサー、可視光と IR センサーっていうのがついていて、これでもっとより正確なホワイトバランスを取れるようになったんですよ。なのでもともと α7-5 でもホワイトバランスの精度かなり上がってたんですけど、それに加えて実際にこう外からの光を手に入れる要素っていうのが追加されたんで、より一層ホワイトバランスも良くなりましたという感じで、かなり死角のないカメラになってます。最初にも言ったけどちょっと値段は高めねちょっとじゃないはい。でもう一個ね気になる機能があって、プリ連写とか連写の精度がね30個もあるとかいろんな機能あるんだけども、気になったのがデュアルゲイン機能。これがね動画に新しく追加されました。このデュアルゲイン機能をオンにすると暗い部分の階調が良くなるという機能らしいです。でその代わり、デュアルゲイン機能をオンにすると ISO の上限が決まってきちゃう。例えば今ログ撮影でデュアルゲイン機能をオンにしてるんですけども、その場合っていうのは ISO が拡張の200スタートになって、最大3200までになります。なので、それ以上の、ISO4000 とか6400とかにはならないんですけども、その代わり暗部暗い部分のノイズの処理がすごく良くなるらしいので、ちょっとそれ試しにやってみようと思います。なんかどんな瞬間撮ったらうまく試せるのかちょっと分かんないんですけども、ちょっとだけやってみましょう。ということでデュアルゲイン機能も試してみました。半信半疑だったんですけども、これどっちも ISO3200 で撮影して、こんなにノイズ量違うんだってぐらいノイズの感じは違います。バッテリー持ちとか少し悪くなってしまうので使いどころは考える必要はあるけど、これかなり面白い機能ですよね。ケイスケの動画。はい、ということでみっちり1時間から1時間半ほどもうずっと触ってきました。でやっぱ完成度はめちゃくちゃ高い。でなんかね、僕今回のやっぱカメラ触ってもう率直な感想ね、ソニー強えって思いました。なんかやり方が王者のやり方だなっていうか、やっぱりこうラインナップがたくさんあるからこそのなんか戦い方をしてる気がしてて、普通このラインナップのカメラでやっぱ50万円超えてきて70万のカメラってやっぱちょっと受け入れがたいんですよ。正直値段としては結構高いけど、多分じゃあこれがね、30万40万、ないし50万ぐらいで抑えて作ったとしたら、だいたい1個前のスペックと同じになるんですよ。なんかそのぐらいもうスペックとしては成熟してきてて、もうそれは揃ってるから、じゃあちょっとお金かかっても新しいスペック入れたろうっていうのが今のなんかソニーの作戦なのかなっていうふうに僕はちょっと感じてます。でその上でじゃあこのカメラ買うかどうかの話で言うと、それはちゃんと考えた方がいい部分もある。で正直スペックとしてはもう超いいなと思います。僕の場合 α1M2 を持ってるから、いらないっていうか、なんか普通に十分だなとは思ってはいるものの、海外旅行とかではやっぱ 4K のスローモーションを手ブレ補正ありで使いたいシーンっていうのがあって、それは正直言うと他のメーカーとかだとできたんですよ。自分の持ってるカメラだと、例えばパナソニックのカメラ、キヤノンのカメラ、どっちも 4K の 120p で手ブレ補正がしっかり効く。で、ソニーはやっぱその辺がなかったのが、この α7R6 で、4K120p ほぼクロップすることなく手ブレ補正も効いてみたいな感じで撮影ができるようになって、やっぱその辺はちょっと羨ましいなと思っちゃいます。ただやっぱ対象としてはやっぱ仕事をしてる人だと思います。値段的に70万円っていうとやっぱポンポン買い替えられるサイクルのカメラではなくて、30万ぐらいだったら一応給料内に、収まる人も多いじゃないですか。月の給料でなんとか買えるって人も多いと思うんですけども、やっぱそれを超えてくると、じゃあ新しいカメラが出てきてそっちに乗り換えるかっていうと、やっぱその乗り換えづらい価格帯のカメラにもなってくるんで、しっかり慎重に考えた方がいいかなと思うのが1個なのと、あと仕事で使う人に1個だけ注意してほしいのがこのバッテリーね。はい、バッテリーこれ新しくなってます。なって確かにスペック性能良くなってるんですけども、要は今まで仕事で使った人って大体カメラ1個じゃなくて2個とか持ってるわけじゃないですか。でバッテリーも併用してると思うんですよ。
僕の場合ソニーのバッテリー FZ バッテリーっていうのを持ってるんですけども、それ、全部で6個7個ぐらい持ってます。それが α7R6 買うと急に併用できなくなってしまうという、デメリットもあったりするんで、そこは1個考えた方がいいポイントかなとも思います。そんな感じでしょうか。もう率直な感想ではあると思うんですけども、本当にクオリティはめちゃくちゃ高いです。オートフォーカスしかり、動画性能しかり、写真性能しかり、なんかR シリーズって今までは本当に写真向けっていう感じだったと思うんですけども、その辺がだいぶ変わってきて、どっちもできる本当にハイスペックフラッグシップカメラと全然変わんないよというぐらいのカメラになりました。気になる方たくさんいらっしゃると思うんで、ソニーストアとかでもこれから並ぶと思うので、気になる方はぜひチェックしてみてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。